こんにちは、みやびです。今日は1月17日。日本ではお正月ムードも抜けて冬の土用の期間に入ります。土用というとうなぎを食べる夏の土用を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は年に4回それぞれの季節のつなぎ目に訪れます。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、体をいたわりましょうという昔からの知恵が含まれています。自然のサイクルでは春に向けた準備の時期でもあります。私たちも同じで、この時期をどう過ごすかで体調にも違いが出てきます。この時期に合った過ごし方で春に向けて心も体も整えていきましょう。二十四節気では1月20日から2月4日頃を大寒と言います。私の住む東京では太平洋側の暖流と寒流がぶつかるポイントが近く、ここではプランクトンなどの栄養豊富な餌を食べた元気な魚がたくさん取れます。なので美味しい魚が手に入りやすいです。今日はスーパーマーケットで宮城県産のあんこうが手に入ったので、あんこう鍋を作ってみたいと思います。こちらが今日使うあんこうです。あんこうは背骨以外は全部食べることができます。身はとても淡白ですが、ヒレとか皮には私たちの皮膚や軟骨を作るタンパク質やコラーゲンがとても豊富です。薬膳的には体を温めて気や血を補う効果があります。あん肝と言われる肝の部分には DHA や EPA、ビタミン、ミネラルがとても豊富です。肝機能を整えたり、目の疲れを取ったり、気持ちを落ち着かせるなどの効果があります。今日使っていく野菜は白菜、小松菜、木綿豆腐、ネギ、人参、しめじ、しいたけです。では早速作っていきましょう。まずスープに使うあん肝の下処理からやっていきます。ボウルにお酒とお水 100ml ずつ、あと塩を少し入れてよく混ぜます。そこにあん肝を加えて5分ほど置いておきます。水気を切って取り出したら、丁寧にペーパータオルで拭き取っていきます。あん肝は味噌と絡めやすくするために包丁で細かく叩いておきます。お鍋にたっぷりのお湯を沸かして、あん肝以外のあんこをすべて入れます。その後すぐに鍋から取り出し、冷たいお水に移します。ここで表面のぬめりとか血の塊がある場合には、きれいに手でしごいて落としておきます。このひと手間を加えることで、魚の臭みとか汚れを取り除いて、旨味だけを引き出すことができます。特にあんこうは臭みが強いので必須ですね。ここが今日の一番のポイントです。この下処理の仕方を霜降りとか湯切りと言います。これは魚以外でも使うことができる方法なので、覚えておくといいと思います。分量が少なければ熱いお湯を直接回しかけても OK です。次にベースとなるあん肝入りスープを作っていきます。あん肝をあらかじめ炒めることで余分な水分を飛ばしてコクを引き出します。あん肝から油が出てきたら味噌を加えてさらに炒めます。味噌は炒めることで香りが立っていきます。
肝と味噌が混ざってきたら、お酒、おろし生姜、お水を少しずつ加えて、その都度混ぜながらスープを作っていきましょう。スープができたので、あとは野菜を食べやすい大きさに切っていきます。人参や椎茸を飾り切りすると見た目にも華やかになりますし、味も入りやすくなりますので、ぜひやってみてください。寒い時期に日本の定番料理といえば寄せ鍋です。魚介類、肉類、野菜などを一緒に煮込む鍋のことを寄せ鍋と言います。お鍋には他にもたくさん楽しみ方があります。入れる食材にルールがあるわけではないので、手に入るもので十分です。日本ではお魚であれば白身魚、お肉であれば鶏肉が定番です。メイン以外の食材はビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富な白菜やネギ、人参などの野菜類、あとは旨味を増すキノコ類、食感もあって崩れにくい焼き豆腐などが人気です。お鍋が出来上がったら、ポン酢、ごまだれ、味噌だれなどお好みでつけだれを選んで、だしの風味を味わいながらいただきます。さらに薬味を足して味に変化をつけられるのも鍋の醍醐味ですね。薬味は世界中いろいろ楽しみ方があると思いますが、味を引き立ててくれる香辛料や香味野菜など日本独特のものがあります。鍋料理で代表的な薬味といえば、大根おろし、ネギを細かく刻んだもの、すりおろした生姜やニンニク、ごま、柚子といったところでしょうか。日本料理には欠かせない薬味ですが、味だけではなくて殺菌効果や臭みを取り除く役割もあります。いろいろ試して自分好みの味を見つけてみてくださいね。今日はあんこう鍋でしたが、少し他の鍋もご紹介しておきます。カニやエビ、貝類を入れた海鮮鍋。魚介の旨味がたっぷり出るので、締めのご飯もごちそうです。日本酒との相性もバッチリです。次に牡蠣鍋です。牡蠣は栄養価も高く、低カロリーですし、美容効果も高いので女性にも人気があります。広島の牡蠣が有名ですが、三陸沖の宮城や岩手、岡山とか兵庫、他にも北海道でも九州でも、時期は違いますが、日本中で生産されているので、冬以外でも楽しむことができます。そして魚介系の定番といえば、タラ鍋です。白子や肝も入れると贅沢な濃厚スープになります。タラも切り身は淡白ですが、白子や肝でコクが出せます。タラはあんこうのような下処理もないので、作りやすいと思います。続いてもつ鍋です。もつはこってりしているので、添える野菜はあっさりとシャキシャキしたものがおすすめです。例えばニラとかもやし、キャベツなんかがいいと思います。ピリ辛にするとさらに温まるので、特に体が冷えた日にはおすすめです。寄せ鍋ではないですが、すき焼き鍋も人気です。寄せ鍋とは作り方がちょっと違っていて、スープのようなものはなく、牛肉から出た旨味を豆腐や野菜に染み込ませて、最後は卵につけていただきます。ご飯も進むので子供にも人気です。寒さや乾燥した空気は行動のエネルギーや潤いを奪っていきます。今日ご紹介した栄養たっぷりの鍋料理で、体を芯から温めて、春になったら一気に動き出せるようにしっかり蓄えておきましょう。
ご視聴ありがとうございました。